こんにちは、ひろさんキッチンです。今日はですね、鉄のフライパンの使い方をご紹介します。今まで鉄のフライパン使ってて、やっぱくっついて失敗しちゃったとか、もう嫌だと思ってやめちゃった方向けですね。全然鉄のフライパンなのにフッ素のフライパンよりくっつかないぐらいのツルツルの使い方をご紹介します。これでもう鉄のフライパンマスターになれますよ。それではご覧ください。こちらが鉄のフライパンですね。これ僕の使ってる鉄のフライパンなんですけど、1個1500円ぐらいです。全然高くないですね。買ってきてコーティング、錆び止めコーティングを取ってある状態ですね。この錆び止めコーティング取る方法はまた概要欄の方に詳しく書いておくので見てください。ざっと説明しちゃうとですね、フライパンに油を入れて温めたら冷ます。これだけなんです。では早速実践していきましょう。これまずフライパンですね。フライパンじゃあ火をつけて、で温めます。サラダ油、これ適量です。でこれ時の油の種類なんですけど、完成油と不完成油っていうのが2種類あります。完成油っていうのはアマニ油か、乾く油なんですね。で逆にごま油とかオリーブオイルっていうのは乾かない油なんですよ。でサラダ油は半完成油、半分乾く油ですね。フライパンにコーティングする時は完成油がいいんですけど、やっぱ値段がお高いんですよ。なのでサラダ油半完成油で十分です。煙が出てきます。煙出てきましたね。これなんとなく見えますかね。これ煙が出てきたら火を止めます。火を止めて、この油をちょっとこう縁まで回してあげて、それでこのまま冷めるまで待ちます。これ冷めるまで待つことによって、今この煙が出た油が酸化油なんですね。この酸化油が冷めると硬くなってフライパンをコーティングしてくれます。この酸化油のおかげで食材がくっつかなくなるんです。これがまた不思議で、熱いまんまのフライパンに油を入れて食材炒めてもくっついちゃうんですよ。一回冷まさないとコーティングの被膜ができないんです。不思議ですね。不思議なんです。僕もよく分かりません。ただ使ってて発見した方法なんですね。これ温め終わってこうちょっと余分な油があるんですけど、これオイルポットとかにこう入れとくといいです。普段調理するんだったら、フライパン温めて油入れて煙出して火を消して、その間に食材の準備、食材を切ったりとかですね、食材の準備してる間にこのまま冷めて使えるようになります。でもその時にちょっとすぐ卵焼きたいとか、すぐこうしたい、すぐ炒めたいっていう時がありますよね。やっぱその時は濡れ布巾で急速に冷やします。はい、こちら濡れ布巾用意しました。ここにこんな感じで冷やします。よく冷ましてもらえばだいたい OK です。こんな感じで冷やしてみてください。はい、それならこれがよく冷えたフライパンですね。でここから通常の調理入ります。でフライパン温めてもらって、今ここについている油自体はただのコーティングなので炒め油じゃないんです。炒め油は炒め油として足してあげます。でこれちょっと入れてあげて、これが炒め油ですね。これが食材炒める分です。そしたら今日はくっついちゃう代表格目玉焼きを焼いていきます。目玉焼きってなんだったらフッ素のフライパンだってちょっと古くなってきたらくっついちゃう感じするんですけど、さあこの鉄のフライパンで焼く目玉焼きはどうでしょうか。ちなみにこの鉄のフライパンなんですけど、もう僕5年ぐらい使ってるかな。5年ぐらい使ってるけど何にもなってないですね。本当にこうすごい耐久力がいいです。さあちょっと固まってきたんでこれ見ててください。いきますよ。チュルーンってチュルーンって、これほらこれやばくないですか。これフッ素のフライパンって持っても3年ぐらいで3000、4000買い替えちゃうんですよね。で1500円でも5年使えてたらコスパめちゃめちゃいいんですよね。
これさらにすごいのが、他のやつ炒めた後でも卵焼けちゃうんですよ。ちょっとこれからやってみますね。わあ、すごい、鉄のフライパン使ってみたいと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとベーコン炒めちゃって、このあと焦げこうやっぱついているの分かります？こういうところ、こういうのついてたら、こういう金属のヘラ、こういうのでこうこすって落とします。それで落としてあげたら、必要な分の油をちょっと、鉄のフライパン何がいいかって頑丈なんで、こういう金属のヘラ使えるのいいですね。やっぱこれ俺結構メリットだと思ってます。焼いた後のフライパンで卵どうなりますかね。これはさすがにくっついちゃうんじゃないのって思うかもしれないんですけど、もうほらツルツルに焼けちゃうんですね。これね、編集じゃないんですよ。さっき焼いたベーコンここありますからね。テレビショッピングみたいになっちゃってますね。はい、こんな感じで何か炒めた後焼いた後でもこうちょっと金属のヘラでゴミを落としてもらえれば、でまた必要な分の油入れればこんな感じで焼けるようになります。使い終わったフライパンの後のお手入れ方法もちょっと合わせてご紹介します。はい、今焼き終わった後フライパンですね。こんな感じで水流してもらって、こう焦げを落とす感じでこうシャカシャカと。であと意外な盲点なんですけど、このフライパンの裏ここね、意外にゴミがたまるんで、ここもしっかり洗っときましょう。こんな水で流したらもう洗いの終わりです。この出た水分を火にかけて飛ばしていきます。では火つけて、これが乾くまで温めます。はい、こんな感じで水分が乾いたらお手入れの終了です。これ毎日使う人はもうこのままコンロを置いといてもらってば基本的に錆びることはないですね。大丈夫です。でしばらくやっぱ使わないなって人がいると思うんですけど、その場合はちょっと薄く油を塗ってもらって保管してもらえれば大丈夫だと思います。鉄のフライパンの苦手なもの、レモンとかこういうトマトとかこういう酸味のある材料を鉄のフライパンで炒めると、こう表面の皮膜が取れちゃってこの地の鉄が出てきちゃいます。その時はフライパンの色が青くなるまで温めて、でそれから油を入れて使ってもらえれば大丈夫です。でも料理できないわけじゃないんで気をつけて使ってもらえば OK です。あと油を入れるタイミングなんですけど、前日にこのお手入れが終わった後に油入れて煙が出て、で火消しとけば、明日までには冷えるじゃんって思ったんですけど、直前コーティングのやつと比べてやっぱくっつきやすいんですよね。卵とか食材、めちゃめちゃやっぱこうツルツルで使いたい時は直前コーティング、ツルツルさを求めてないんであれば前日コーティングでも問題ないと思います。これでまたフライパンのこう再生方法とかその辺はまたちょっと概要欄に詳しく書いておくので、そちらもちょっと合わせてみてください。はい、いかがだったでしょうか。今日はこの鉄のフライパンはもうびっくりでしたね。ツルツルでした。卵あんななっちゃうってびっくりですよね。一つのコツだけ守ってもらえればあんなにツルツルピカピカに使えます。今まで鉄のフライパン諦めてたりとか、うちにあってもう眠っちゃっててどうしようって人はもう一回ぜひこの方法で使ってみてください。これあと鉄のフライパンでなんかこうわかんないよとか、こういうの知りたいよとか、なんかいろいろあったらまたコメントください。ご返信します。今日のあれですね、動画はちょっと地味めの絵が続いちゃいましたね。ではまた次の動画でお会いしましょう。